さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日は GoPro のバッテリーを比較していきたいと思います。 GoPro 純正以外にもサードパーティーから各種バッテリーが出ているので、その中で良さそうなものを2つ選んで比較を実施していきたいと思います。それでは本日の目次です。まず今回比較したバッテリーを簡単に紹介します。その後撮影時間の検証を行い、その検証の結果のまとめを紹介します。その次に参考になりますが、充電時間も比較した動画があるので、そちらの方をご覧ください。最後に次回の予告をしたいと思います。結構参考になる動画だと思うので、ぜひ最後までご覧ください。そしてもしよろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは動画の方をお楽しみください。それではこちらが今回使用したバッテリーになります。まず最初のものは GoPro 純正のエンデューロバッテリー。昨年発売された長時間持つ、寒さにも強いと言われているエンデューロバッテリーが1つ目になります。そして2つ目がクールショウというサードパーティーのものになります。こちら Amazon とかで GoPro のバッテリーを探しているとよく見るメーカーではないのかなと思います。こちらクールショウの商品が届いた状態になります。このような段ボールの小さな箱にきれいに収納されています。バッテリーの充電器が1つと、あとバッテリーが3つ、あとですね、バッテリーの充電に使うケーブル USB-AC のケーブルが1個ついてきています。こちらがバッテリーの充電器になります。この充電器では3つのバッテリーを一緒に充電することができます。各バッテリーの充電状態が分かるようなインジケーターがついています。次に紹介するのがホームスーツです。こちらバッテリー本体の色も白色とかなり GoPro の純正に寄せたデザインとなっています。バッテリーの充電器も少し凝った形状なので少し見ていきたいと思います。こちらホームスーツの届いた状態です。先ほどの商品と同じように小さな段ボールにきれいに梱包されています。この中には充電器本体、そしてバッテリー3つ、そして USB ケーブルが入っています。この商品の充電器は少し凝っていて、正面に小さいモニター、そしてケース本体に充電用のケーブルもついているという非常に便利な構造、考えられた構造になっています。そしてこのケースの前面のモニターではバッテリーそれぞれの充電状態が確認できるようになっています。ではこちら3つのバッテリーを比較していきますが、少し概要の表を準備しているので見ていきます。容量に関してはサードパーティーの方が少し多めに記載されています。そして一番重要な値段、こちら日本の Amazon の価格を参考に記載しています。やはり純正のバッテリーがかなり群を抜いて高いのかなと思います。ただし括弧内の7344円というのは GoPro の公式サイトで実際買える価格となっています。少し特徴を見ておくと GoPro 純正のエンデューロバッテリーはこの新しいバッテリーの特徴でもある寒冷地対策というのが大きく謳われています。あとホームスーツの方も寒冷地対策という記載があります。そして先ほど見た充電器側の充電量表示というのも大きな特徴だと思います。それでは実際にバッテリーの使用時間の検証を行っていこうと思います。こちらの動画の最初から流れているこちらの画像、1回目初回の検証結果となります。実はこの検証すぐに停止してしまいます。この停止した理由は熱暴走になります。このように室内でずっと GoPro を撮り続けていくと熱暴走が起きるみたいです。あまり室内でずっと固定の環境で使ったことがなかったので、大変興味深い結果となりました。それでは扇風機をつけて熱暴走が起きない環境で検証を進めていきます。それではまず GoPro のエンデューロバッテリーで計測を始めていきます。今回の検証の GoPro 11の設定は 1080p FPS60 でバッテリーの持ち時間を確かめていきます。GoPro 純正のエンデューロバッテリー2回目3回目同時に見ていきます。それではどうぞ。
続いてクールショーのバッテリーを検証していきます。それではクールショーの1回目いってみます。それではクールショーの2回目3回目の結果もそれぞれ見ていきましょう。どうぞ。理由は分かりませんが、1つのバッテリーだけとても短な撮影時間で終わるという結果になりました。それでは最後にホームスーツの3つのバッテリーの再生時間を検証していきたいと思います。この検証の後に今までの検証結果をまとめた表を示して、この検証のまとめを行いたいと思います。はい、それでは今回こちらが検証した結果の一覧になります。やはり GoPro 純正のバッテリー、他よりも再生時間が長くて、そして安定したバッテリーの持続時間というのが結果として現れてきました。これはもうサードパーティーよりも全然安定していて、さらに長い時間撮影できるというのが分かりました。そしてサードパーティーの方を見ていくと、クールショー、ホームスーツともにだいたい72分、70分というのが再生可能な時間ということが分かりました。ここでクールショーの方一つだけ59分というのがあったのですが、こちらの方は充電する際に不具合があったのか、それともバッテリーそのものに不具合があったのか分かりませんが、この59分というのは少し特別な値なのかなと思います。だいたい再生可能な時間としては70分前後となるのかなと思います。ここまで見てきて、あと金額差とやはりこの再生時間というのでどのバッテリーを買うかというのが決まってくると思います。ここでやはり何が何でも再生時間だというのであれば GoPro だと思います。ただコストバランスを考えると、今回の場合不具合だとかも特になかったホームスーツという選択肢もありなのかなというのが今回の結論となります。ここからは少し充電風景の動画を流したいと思います。先ほどの検証までで3種類でそれぞれ3個ずつのバッテリーを使って空まで使い切りました。これらを充電する際に撮影した動画となります。厳密な検証、電圧だとかそういう入力電流だとかを合わせた検証ではないのですが、参考までに見ていただければと思います。ここからずっと、合計9個ですねのバッテリーが順次充電されていく様子をご覧ください。動画のご視聴ありがとうございました。本日は室温での検証ということをやってきました。実は今動画に出ている通り、マイナス15度、マイナス16度ともっと寒い環境、条件を変えた検証を継続しています。そこで
かなり面白い結果が少し出ています。サードパーティーもあれというような結果も出てきています。これから寒い季節になり、スキースノボで GoPro 使う方も増えてくると思います。このような際にやはりバッテリーが気になります。次の動画でこの違う環境での結果も公開していきたいと思います。よろしかったらチャンネルとして次の動画をお待ちください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。